気になる下っ腹を両手で揉んでいきます。どこが正解っていうよりも、自分の気になる部分、気になるお肉をつまむイメージですね。痛気持ちいいぐらいでやってみましょう。これ、お腹の血流が良くなるので、便秘解消とかにもすごい効果的です。呼吸を止めないようにして、肩、力入れすぎないように意識をしましょう。OK、次、下っ腹じゃなくて、もうちょっと腹筋、上の方、つまんでいきます。このくびれがないとか、肋骨が締められないって人は、この辺が硬くなってます。しっかりね、痛気持ちいいぐらいでつまんで、柔らかくしましょう。これ本当は皮膚だけつまむイメージでつまんでほしいんですけど、多分、僕も含めて硬いので、筋肉と脂肪も一緒につまんでる感覚になると思います。やっていくうちにね、皮膚だけつかめる感覚が分かってくると思います。痛気持ちいいぐらいでね、お腹の気になる部分全体的にやっていきましょう。次、脇腹です。これも気になるところを掴む。両方同時に掴む。痛い。僕はこうやって掴んでます。これもね、もうどう掴むのが正解とかもないので、別にこうやって掴んでもいいし、こうやって掴んでもいいし、やりやすいようにね、やってみましょう。で、場所も自分が気になるところをつまむってイメージですね。結構痛いですよね。猫背だとやりづらいので、ちょっとね、骨盤をぐっと立てて行うとつまみやすいかと思います。次はもうちょっと背中寄りの腰肉やっていきます。なるべく骨盤を立てた状態で腰肉ですね。さっきの脇腹よりもうちょっと背中寄り。痛い。僕はこうやってね、ちょっと膝立ちしたりするとちょっと腰が反れて腰肉つかみやすくなりますね。もちろんこうやって正座でもあぐらでも大丈夫です。皆さんがつかみやすい体勢探してみてください。これ昨日出した腰肉15分チャレンジと一緒にやるとめちゃめちゃ効果的です。この後にやったらね、汗が吹き出てきました。 OK、 次はもう背骨の横ですね。背骨の真横あたり、もう本当に背中の筋肉マッサージしていきます。痛い。これもつまむイメージです。ちょっとね、腰を反らせた方がやりやすいと思います。極端な話、立ってやってもいいです。このね、背中つまめればそれで OK です。で、この動画のあとは15分チャレンジ、昨日の15分チャレンジやりましょう。できたら15分チャレンジ終わった後にもう一回振られたら最高です。概要欄に貼っておきます。で、それでもやっぱね、物足りない方はもっときついお腹痩せを概要欄貼っておくので、それも一緒にやってみましょう。 OK、 お疲れ様でした。これができないとやばいです。浮き輪肉が落ちません。右足を抱えて胸につきますか？左足も抱えて胸につきますか？つかない方はお尻の筋肉が硬くなっていることが浮き輪肉の原因の一つです。皆さんこんにちは。ズボラのトレーナー深井です。スマホは床に置いてあぐらの状態からやっていきましょう。右手を斜め上に万歳、戻す。左手を斜め上に万歳、繰り返していきましょう。しっかり遠くまで手を伸ばしきる。脇腹とか脇の下伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしてゆっくりでいいので限界まで手を伸ばしきるように意識をしましょう。伸ばしきる。ラスト1回左伸ばします。OK です。次は手を肩に添えて大きく後ろ回ししていきます。できる限り肘を高く上げて後ろにぐーっと持ってくる。横から見せますね。できる限りゆっくり大きく後ろに向かって回すのがポイントです。後ろに回すときは肩甲骨をぐーっと寄せるイメージです。呼吸は止めないようにしましょう。ラスト1回回します。 OK です。頭の後ろで手を組んでこのまま背中をぐーっと丸めて目はおへそを見る。ゆっくり反らせる。胸を開く。繰り返していきましょう。丸めておへそを見る。ゆっくり反らせる。腰とか肩痛みがある方は痛みがない範囲で行っていきましょう。
普段動かさない範囲まで動かすことが大切です。ゆっくりでいいので呼吸止めないようにやっていきましょう。ぐっと胸を張る。 OK。 次から問題のお尻やっていきます。右足を前に出すこの状態から体を正面に倒していきます。右のお尻が伸びれば OK です。右お尻伸びる感覚ありますか？で、あんまり肩ね、力入れすぎないようにして、いまいち伸びないよって方はもうちょっと足を前に出して前に倒れたりとか、ちょっとね角度を変えて右斜め前に倒れたりとかして、右のお尻が伸びる位置自分で探してみましょう。OK です。次逆足いきます。左足を前に出して正面に倒していきます。左のお尻が伸びればそれで OK です。呼吸は止めないで、あんまり肩にね力入れすぎないようにしましょう。伸びない方、伸びる位置自分で探してみましょう。角度変えてみましょう。頭をできたらだらーんと下ろしちゃいましょう。よし OK。 次は体育座りの状態から手は横につきましょう。左右に足を倒していきます。こんな感じですね。これはあくまで休憩なのでそんなに激しくね動かさなくていいです。余裕がある人は膝が床につくぐらいまでしっかり倒すといいと思います。ただ硬い方、これで痛みあると思うので痛みない範囲でね、あくまで休憩ストレッチです。呼吸は止めないようにしましょう。あんまり肩ねこう力入りすぎないように意識を続けましょう。よし OK。 次は右足を伸ばします。右足の方に向かってしっかり体を倒していきます。こっちです。右の膝の裏ももが伸びれば OK。 余裕がある人は手でつま先つかみましょう。これ裏もものハムストリングスという筋肉伸ばしてるんですが、お尻って言ったのになんでここ伸ばすかっていうと、お尻からつながって膝の裏までついてる筋肉なんです。だから僕はお尻の筋肉の一種だと個人的には思ってます。肩力入れすぎずに呼吸は止めないようにしましょう。よし OK です。逆です。左足を伸ばしていきます。左足の方に体を倒します。左の膝の裏もも伸びれば OK です。余裕がある人だけ左手でつま先つかみましょう。空いてる手でちょっと膝を押さえて、できる限りね膝を伸ばしておいた方が良いです。呼吸は止めないようにして、肩ねあまり力入れすぎないように意識を続けましょう。よし OK です。次問題のお尻ストレッチ。右足を左こっちに持ってきて、この足をお腹にぐーっとつけて、なるべく姿勢正して頭をね上から引っ張られてるイメージです。右のお尻伸びれば OK です。なるべく姿勢を正して呼吸は止めないようにしましょう。少しずつ体が温まってきたと思うので、このお尻が硬いとなんで浮き輪肉腰肉が落ちないのかっていう原因をゆっくりねやりながら解説していきます。皆さんは呼吸止めないように意識をしながらぜひ聞いていただければと思います。 OK です。逆足いきましょう。左足を右に持ってきて、足をお腹にぐーっとつけます。左のお尻伸びてれば OK。 ぐっと胸張りましょう。そう、お尻が硬いとなんで腰肉落ちないかって話なんですけど、広背筋とか脊柱起立筋、いわゆる腰とか背中の筋肉、こんな風にお尻からついてるんです。だからこの筋肉が、お尻が硬いとですね、お尻がずっとこう背中の筋肉を引っ張っちゃうので、ねじったりとか丸めたりできなくなります。 OK です。じゃあ次は休憩の首ストレッチです。大きく首回していきます。逆回ししましょう。これはね首痛い方、痛みがない範囲で OK です。ちょっとさっきの原因の続き、この後また解説していきますね。ゆっくり首回しましょう。
逆回しも行って、これね、運動不足の人とかこれだけでも目回っちゃうので、本当にゆっくり無理ない範囲で行いましょう。よし、OK。次は足の裏合わせて、ここでひし形作るイメージです。このまま体を前に倒していきましょう。お尻が両方伸びるといいと思います。いまいち伸びない方は、もうちょっと足を前に出してみたりとか、もしくは手前に引いてみたりしたりとか、もっと体を前に倒したりしてみましょう。硬い方はね、この内ももも伸びてくると思います。呼吸を止めないようにしましょう。よし、OK です。次はこんな体育座りの状態を作ったら、左足を右足にこうやって乗せます。このままぐーっと胸を張って、左足と胸なるべく近づけると左のお尻伸びてきます。きついよって人はこうやって足伸ばした状態で、これぐらいでも十分です。余裕がある人はもうちょっと手前に引くとより伸びます。ちょっとこれきついですね。こう床に手をついていいんですけど、肩はね力入れないようにしましょう。 OK です。次は逆足、右足を左足乗せます。なるべく胸張って右のお尻を伸ばしていきます。さっきの腰に脂肪がつく原因、お尻の硬さって話なんですけど、そう結局お尻が硬いとこうやって筋肉がついてるので、ねじるとか丸めるとか、あともう極端な話、走る時とかも体ねじるので影響してきますね。呼吸を止めないようにしましょう。 OK。 次はちょっと肩幅より広めにこうやって足広げましょう。そのまま股関節内外にねじる、こんな感じです。パタパタつま先を動かすイメージです。呼吸を止めないようにしましょう。これも休憩ストレッチなんで楽にしましょう。あとはですね、お尻の筋肉って人の体で一番大きいんです。もう体積で言うとこれぐらい違います。だからお尻が硬いっていうことはイコール体全体の代謝が悪くなる、血流が悪くなる、冷えるって傾向にあります。 OK です。次はですね、あぐらから両手で右足こうやって持ちましょう。でゆっくり内回しですね、こんな感じで。硬い人は結構これきついかもしれないので、本当にねこれぐらいでもいいです。ちょっと持ち上げるぐらいでも十分。余裕がある人はこうやって大きく回す。結構きついですよね。できる限り大きく回すことがポイントです。ラスト1回回しましょう。よし、 OK。 逆回ししていきます。両手で左足を持ち上げます。例えばふくらはぎ痛とかっていう言葉ないじゃないですか。太もも痛とか。でも座骨神経痛ってお尻を通ってるぶっとい神経のそういう症状あるんですよね、名称が。ってぐらいお尻には大きい神経が通ってたりとかするので、それぐらいお尻って大切な筋肉ですね。よし、 OK。 次はですね、足の裏合わせてなるべく手前にグッと引きましょう。この状態で体正面に倒していきます。内ももも伸びると思います。硬い人はお尻も伸びます。余裕があれば骨盤立てて前にグッと倒れちゃいましょう。呼吸は止めないようにしましょう。内ももが伸びればそれで OK です。余裕がある人は手を前に伸ばしてしっかり息を吐く。 OK です。次は右足を前に出して左足を右に、こんな感じですね、持ってきたら体を左にねじります。左のお尻を伸ばしながら腰もねじってます。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますかね？これできない方、再生速度を 0.75 倍にしたりするともうちょっとゆっくりできるので、寝る前にゆっくりやりたい方とかはね、
0.75 倍速、すごいおすすめです。あんまり肩力入れすぎないように意識をしましょう。逆足やっていきます。右足をこっちに持ってきて、右に体をねじります。右のお尻が伸びると思います。呼吸は止めないようにしましょう。できる限り体を右にねじると、より右のお尻が伸びてくると思います。呼吸は止めない。肩の力入れすぎないように意識をしましょう。きついですね。よし、OK です。次はあぐらの状態で、左肘をぺちゃっとついて、右手を万歳、真横に体を倒します。右の脇の下ストレッチかけてます。この動画は寝る直前にやってもいいように、最後静的ストレッチ、止めてキープするストレッチで終えてリラックスできるようになってます。なのでね、毎日動画1個しかできないって方も寝る前にこれだけでもやっていただけると良いかなと思います。よし、OK。反対側行きましょう。右肘床について、左手万歳します。できる限り指先は遠くへ向かってぐーっと伸ばすイメージ。呼吸は止めないように意識をしましょう。こんな風に偉そうに皆さんに痩せましょうって言ってるんですけど、僕もですね、ここ1週間で週3、4、5ぐらいお酒飲んでるんで、ちょっとお腹腰回りが戻ってしまいました。よし、OK。次はですね、体育座りみたいな状態1回作りましょう。両手でこの太ももをガシッと掴んで、そのまま背中を丸める。おへそを目でこう覗き込むイメージですね。腰、背中伸びる感覚あれば OK です。覗き込んで腰、背中を丸める。わざと猫背を作るイメージです。いまいち伸びない方は、もうちょっとこうやって太ももとお腹の距離を空けてみたりとかしてみるとね、いいと思います。よし、OK です。最後もう一回お尻のストレッチしておしまいにします。右足を左、こっちに持っていきます。最後なのでごめんなさい。ちょっと長めにキープしますね。お尻伸びてれば OK です。なるべく姿勢正して上から引っ張られてるイメージですね。これさっきお伝えしたように、腰回りの筋肉にもお尻の硬さが影響するので、腰痛の原因がお尻の硬さなんてことはよくあります。だからね、腰痛の方とかはぜひこの動画、寝る前もですけど、朝お仕事学校行く前にやったりすると、すごい一日腰の痛みが楽だったりするのでおすすめです。で、朝時間ない場合は逆に 1.25 倍速にしていただいてももちろん大丈夫です。よし、OK。これで足逆にします。左足を右、こっちに持ってきて、足をお腹にぐーっとつけて、左のお尻伸ばしていきます。ぐっと胸張って、なるべく姿勢正しましょう。で、皆さん、僕ちょっと最後1個、僕から提案なんですけど、実はですね、どうしても前からやってみたいことがあって、2週間チャレンジとか1週間チャレンジ、よくやるじゃないですか。で、1週間でいいので、1週間チャレンジ、頑張ったぞって人をコメント欄で僕100人1回作ってみたいんですよ。で、今回は僕いつも続かないんですけど、マジで頑張ってやるつもりなので、もし一緒に頑張ってくれる人いたら、コメント欄にこんな感じでね、やりましたよと。で、ぜひ周りの友達とか一緒に誘ってやったりとか、あとはコメント欄で僕の視聴者さん同士が励まし合えたらいいなと思ってるんです。お互い頑張れって、今日もやったとか、すごい1週間できたじゃんっていうのを、もう視聴者さん同士がコメント欄でこう励まし合えたらいいなと思ってます。なので一緒に1週間頑張りましょう。OK です。お疲れ様でした。もしよかったら目標もコメント欄に書いていただければと思います。この動画よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。内ももの付け根の脂肪だけ狙い撃ちします。まず仰向けで寝ましょう。両膝を曲げた状態で股関節を外に開く。内ももを使って閉じる。繰り返しましょう。内ももを使っている感覚がない人は
スマホを持っていない方の手で内ももを触りながら足を閉じてみましょう。内ももの筋肉に力が入っている感覚があれば OK です。股関節を限界まで外に開いてから内ももを使って閉じるとより効果的です。次は左足だけ立てた状態で右足は伸ばして右足だけ股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。足を外に開くときは床につきそうになるまで下げましょう。そこから内ももを使って閉じましょう。硬い人は膝が多少曲がっても大丈夫です。内ももの付け根を使う意識だけ忘れないようにしましょう。この動画で一番大切なのは最後の2種目です。一番内ももを使う種目と一番最後が使った内ももを伸ばすストレッチ。動画を途中でやめると効果が半減してしまいます。最後まで一緒に頑張りましょう。次は左足を行います。右足は立てたままで左足はしっかり伸ばして外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。内ももの付け根に脂肪が溜まりやすい理由は本当に股関節を外までしっかり開いた時にしか使えない筋肉なんです。だから日常生活ではほぼ使わなくて脂肪が溜まってしまいます。この動画では股関節をしっかり外まで開いて内ももの付け根の筋肉を使って足を閉じましょう。次は股関節を片足ずつ内にねじります。内ももの付け根を使ってゆっくり膝を内側に入れましょう。股関節付け根からねじるイメージです。骨盤が多少浮いても大丈夫です。お尻の外側を使って内に倒すこともできるのですが、内ももの付け根を意識して内に倒しましょう。ズボラストレッチの動画は何個か組み合わせて1回に30分ぐらい行えると良いと思います。なぜなら体が温まってからの方がストレッチの効果が出やすいです。一つの動画だけだと体が温まったぐらいで終わってしまいます。かかとを体の方に引きましょう。お尻とかかとをくっつけるイメージでそのまま股関節を外に開きます。かかとをお尻に近づけた状態で股関節を外に開く、内ももを使って閉じる、繰り返しましょう。1番のストレッチと同じ動きなのですが、膝を曲げてる角度がきついので1番よりきついと思います。内ももの付け根を使って閉じることを意識し続けましょう。普段椅子に座ってる時に膝と膝をつけたまま座ってるのが苦手な人は、膝同士をつけてるだけでも内もものトレーニングになります。ぜひ仕事中や授業中にやってみましょう。次は右足だけ浮かせて膝を伸ばした状態で大きく内回しにくるくる回しましょう。内に入れるときに内ももの付け根を使いましょう。低い位置で小さくくるくる回しているのが楽なのですが、なるべく大きく回しましょう。この動きで腰が痛い人は左膝を曲げてもらっても大丈夫です。その状態で大きくくるくる回しましょう。次は左足も同じように行います。左足を浮かせて大きく内回しに動かします。膝はなるべく伸ばしておきましょう。この動画では内ももの付け根を集中してストレッチを行っていますが、この動画だけを習慣化して内ももの付け根の部分痩せを狙うよりかは、股関節全体のストレッチをして足全体を細くする方が効果が早いと思います。腰が痛かったら右膝曲げていただいて大丈夫です。次は右の股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使って足を上げましょう。つま先は外向けておきましょう。もし内ももの付け根が動いている感覚がない人は、股関節が外に開いてない可能性が高いです。股関節付け根から外に開いてつま先が外向いているのを確認した状態で足を上げましょう。
それでも内ももの付け根を使っている感覚がない人は、空いている手で内ももの付け根を触りながら行ってみましょう。触ると動いている感覚を感じることができると思います。次は左足も同じように行います。股関節を外に開いた状態で内ももの付け根を使ってゆっくり足を上げましょう。これはすごい地味なんですが、恥骨筋という筋肉を使っています。もし興味がある人は概要欄に恥骨筋についての URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。この動きでも腰が痛い人がいると思います。その場合は反対の足を立てて行いましょう。6分間かけて内ももの付け根の筋肉ばかりを使ってきました。最後の種目は内ももの付け根を伸ばすストレッチです。しっかり最後まで行いましょう。動画と同じように手で足の裏をつかみましょう。スマホは一回床に置きましょう。掴んだ足を体の方にぐーっと引きましょう。裏もも、内ももが伸びていれば OK です。もし伸びる感覚がない人は少し角度を変えてみたり、つま先を自分の方にぐっと寄せてみたり試してみましょう。硬くて足の裏に手が届かない人は太ももを持っても大丈夫です。こんな感じです。内もも、裏ももが伸びていれば OK です。これも伸びないという方は足パカでも大丈夫です。最後に内もものストレッチを行うということをお伝えしたいです。この動画が終わった後に行った方がいいストレッチを概要欄に貼っておきます。今日もお疲れ様でした。新2週間チャレンジ。太もも痩せと下っ腹へこませる。両方同時にできます。股関節を開く、膝を伸ばす。股関節を開く、膝を伸ばす。これを繰り返しましょう。ポイントはゆっくりでも良いので、股関節をしっかり開いて、膝を伸ばすときは膝同士をしっかりつけることです。主に内ももの筋肉を使っています。この動画はダイエットしたいけど運動しても続かない、ジムに行く時間がない、食事制限はできないけどダイエットがしたい、そんな方向けに作っています。一緒に頑張っていきましょう。次は足を浮かせて股関節を外に開いた状態で膝をパタパタさせます。主に内ももと裏ももに効きます。余裕がある人は少しお尻を持ち上げると下っ腹にも効いてきます。ズボラストレッチは寝たまま行うストレッチが基本となってます。なぜかというと、立ったり座ったりした方が効果的な場合がもちろんあるんですが、僕がストレッチトレーナーを9年間やった中で寝たままのストレッチが一番習慣化しやすいと気づいたんです。次は股関節、付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきます。膝を伸ばす方の足は前ももを使ってしっかり膝を伸ばしきりましょう。膝上の肉を撃退できます。足を上げるときは前ももを使わず下っ腹を使うイメージでしっかり高く上げましょう。もしきつい人は下の足は床につけておいても大丈夫です。この動画は後半にかけてゆっくりペースアップしていきます。前半はゆっくり簡単な準備運動のイメージです。次は両膝を曲げた状態で股関節を左右に倒していきます。外ももが床につくぐらいしっかり倒しましょう。骨盤が多少浮いてしまっても問題ありません。なぜ20分の動画を作ったかというと、皆さんの体をなりづらい体に変えたいからです。気になる部分だけ伸ばしてその場でむくみ解消とか楽になったりはするんですが、太りづらい体、太ももがむくみづらい体にするには全身やる必要があります。次は少し難しいです。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。つま先上げる、かかと上げる、お尻を浮かせる。これを繰り返していきましょう。急がなくていいので、つま先、かかと、お尻、自分が上げれる範囲でしっかり高く上げるように意識しましょう。全身をストレッチする理由としては、例えば反り腰だけでもいろいろな原因があります。
ヒールばかり履いていて、前ももばかり使って前重心になってしまう。お腹に脂肪がついたことによって骨盤が前に倒れてしまう等があります。すべてを解消する必要があります。次は、できる限り膝を伸ばしたまま、股関節付け根や下っ腹を使って片足ずつ上げていきましょう。前ももに力が入らないように意識して行いましょう。なぜ前ももを使わないように意識するかというと、前ももが太くなる原因のほとんどは使いすぎです。例えば前に向かって歩くときや階段を上るときも、個人的には下っ腹や股関節付け根の筋肉を使ってほしいです。でも下っ腹や股関節付け根が筋力不足だったりして、前ももばっかりに頼ってしまう人がほとんどです。次は休憩も兼ねて両手を万歳しましょう。脇の下やお腹の筋肉が伸びると思います。余裕があればできるだけ遠くに向かって手を伸ばすイメージです。背中を丸めて猫背になって座る人はずっと腹筋が縮まりっぱなしです。しっかり手を高く上げて腹筋を伸ばしてあげると姿勢も良くなると思います。もしもやり方がわからないと疑問点があればコメントいただければ必ずお返しいたします。次は足を真横に上げるイメージです。前ももを使うというよりも、お尻の横、大天使のあたりを使ってしっかり足を上げましょう。高く上げると脇腹にも効きます。もしも余裕がある人は肘と膝をタッチしてみましょう。こんな感じです。こうするとかなり脇腹にも効いてきます。下っ腹をへこませるには、下っ腹の筋肉だけではなくて脇腹も鍛える必要があります。できる限り高く足を上げましょう。脇腹の筋肉を使ったので、次は脇腹のストレッチを行っていきます。両足を揃えた状態で右に倒しましょう。左手は左斜め上に向かって伸ばすと良いと思います。左のお腹、背中が伸びていれば大丈夫です。この時に左手が内側にねじれてしまう人は猫背の原因になります。しっかり外向けましょう。胸から腕にかけても伸びる感覚があると思います。あまり伸びる感覚がないという人は、僕と同じように股関節曲げた状態でしっかりねじってみましょう。この方が伸びる感覚があると思います。次は左向きにねじっていきましょう。膝を曲げたまま左に倒していきましょう。この時に膝同士はしっかりつけておきましょう。右手は斜め上に伸ばしましょう。まだ前半戦なので緩めのストレッチになってます。後半にかけてもう少しきつい動きをするので、無理せず一緒に頑張っていきましょう。下っ腹だけではなくてくびれを作りたい方は、この脇腹のストレッチが大事になってきます。ここが硬いと血流が悪くなって脇腹に脂肪がつきやすくなります。一度膝を伸ばしましょう。肩幅よりも少し広めに足を開いていただいて、その状態で股関節をねじります。股関節の付け根から内外にしっかりねじっていきましょう。股関節が硬い人にとってはこれも結構難しくて、つま先だけ動かしてしまう人がいるかもしれません。もっとゆっくりでもいいので、股関節の付け根から動かすことを意識して行いましょう。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価と友達へのシェアもお願いします。一緒に頑張りましょう。先生、無料電話登録でプレゼント。